今回はプレイステーション4です。ハードオフのジャンク品です。電源入りました。動作可、HDD なし、部品取りにどうぞ。お値段4800円。速攻で購入。どうせ、モニターの相性問題で映らないだけの、ラッキージャンクと思いダッシュでレジへ。ヘルモードの始まりでした。初めて買うプレイステーション4にテンション上げで帰宅。家に腐るほどある HDMI ケーブルといわゆるメガネ型ケーブルを接続。何をやっても画面が映らない。HDMI と電源ケーブルの差し替え交換。映らない。コンセントを抜き放電後に電源を入れ直す。映らない。モニターを変更しても、映らない。終わった。完全にアウト。4800円のプレイステーション4のラッキージャンクなんて、落ちてるはずがない。でも、何が何でも PS4 で遊びたい。全バラ上等。腐れ下道ジャンカーを舐めるな。おっさんには、4800円をドブには捨てれない。負けられない戦いが、あるのです。早速、分解開始です。PS4 の紹介ですが、ソニーコンピュータエンタテインメント、現ソニーインタラクティブエンタテインメントより、2013年11月15日から北米版が販売開始。日本では約3ヶ月後の2014年2月22日より発売されています。北米での販売直後に初期不良が報告されてます。ブルーライトオブです。BLOD。青の点滅から白に変わらず、画面がずっと表示されない、状態のことを言います。経年劣化でも簡単に故障する。いわゆる、ソニータイマーでも、BLOD は発生します。容赦なく、封印シールを剥いでますが、今、分解してる CUH1000 シリーズのアフターサービスは受付を終了してます。なので、封印シールなんて気にしません。気にする人はヒートガンで炙ってください。綺麗に剥げます。現状の確認ですが、青点滅のまま起動しません。この後、白色に変わると起動です。ファンは周り CPU は発熱してます。放熱板が異常なくらい熱々です。ちなみに、電源を切り電源長押しでセーフモードに入れますが、入れません。そのまま、電源が落ちます。青色点滅後にすぐ電源が落ちる。もしくは、電源が入らなければ、電源周りの故障を疑いますが、落ちない。電源ボタンも反応する。白色になり画面が映らなければ HDMI 端子の故障を疑うが、白色にならない。直せる気がしない。心が折れそうです。諦めたらそこで試合終了ですよ。壊すこと覚悟で全バラしてみます。今、緩めてるネジですが APU のヒートシンクを固定するネジです。ネジの部分にワッシャーを入れたり、プレートの真ん中にワッシャーを置いてネジを締めると、APU のハンダ不良が解消され動作することもあるみたいです。あと、足で踏んでる動画もありました。当然、全部やりました。全滅でした。海外2機勢はやることがハードモードです。電源ユニットを取り外しますが、無駄に硬くてめんどくさいです。電源の故障も疑ったのですが、ファンも回り、青点滅中に DVD の出し入れができたので、電源は問題なしだと思います。けど、8年前の電源、パソコンなら交換時期は過ぎてます。経年劣化でパワーが落ちてる可能性はあります。パワーが落ちるとそのままダウンすることもあるので、電源警察が来る前に要交換ですね。でも、サポートは終了してます。中古は嫌だ。ノーブランドの電源は嫌だ。そんな人は PS5 を買ってください。PS4 のゲームは PS5 で遊べます。なので PS4 の過去作が PS5 で当分遊べます。プレイステーション5が買えればの話ですけどね。貧乏父さんには当分無理。プレステ4のジャンクで限界。プレステ4の中古が型番にもよりますが、2万以上。ヤフオクで電源入りました画面映りませんジャンクが現在1万前後。高すぎだろ。ラッキージャンクや HDD 交換、HDMI 端子の交換やノーブランドの電源交換で、終われば安いが、BLOD だったら、なくしかない。そして黙ってオークションに流す。負の連鎖です。ジャンクの意味をしっかり理解しましょう。軽い気持ちで買うとおっさんみたいになります。泣きたい。4800円がWi-Fi のアンテナ線を外してますが、Wi-Fi モジュールが悪さをして電源が落ちることがあります。海外2機で交換してる人がいました。猛者です。おっさんには無理。ディスクドライブですが、出し入れの問題はなかったですが、読み込むか不明です。多分、大丈夫でしょう。そう思いたいです。起動すればの話ですけどね。ファンが汚いですが、この後軽く掃除をします。ファンの掃除が簡単にできないなんて故障させる作戦か？ソニータイマーか？企業戦略か？ゲーム機は使い捨てではありません。何が何でも直してやる。やる気が出てきました。基板の取り出しに成功しました。全体的に錆が出てます。
特にアース部分に錆があるので軽く清掃が必要です。ボタン電池がありますが、CMOS バッテリーが切れると、すべてのコンテンツがロックされる問題がありましたが、昨年のアップデート 9.00 で問題が解決されたようです。パソコンのマザーならワンチャン CMOS クリアで、なんとかなりそうですが、多分、プレステでは無理。じっくり見てますが、コンデンサーは問題がなさそうです。肉眼では限界があるので、テスターで調べてみます。2時間くらい見てますが、わからない。何度見ても、わからない。わかったことは、パソコンのマザーと同じで、APU 周辺は同通してる。だから何？ボタン電池は問題がなかったので、禁断の CMOS クリア。これで、治ればラッキー。多分絶対無理ですけどね。接点復活剤で吹き吹きしてます。至るところに、アースがあるが、何をそんなに恐れているの？教えてソニー。諦めながらファン掃除。これで動けばラッキー。オーバーヒートなら治るかも？グリスを塗ります。いつもの安物グリスです。諦め半分なので安物。仮踏みで動作確認です。結果起動しませんでした。収穫はファンが静かになった。以上。最終奥義、ハンダゴテ。貧乏父さんといえば、ハンダゴテ。世界的に偉大なジャンカーが言った超有名な金言。AMD には焼きを入れろ。この、APU は、ソニーとか書いてあるけど、こいつは AMD。なので、焼きを入れます。ちなみに、ヒートガンはまだ買ってない。ヒートガンを使えってコメ欄が荒れそうなので、その前に一言、貧乏なんで、ごめんなさい。ドライヤーで10分炙ってから、その後に5分ハンダゴテ。そして、また10分ドライヤーです。ハンダゴテの位置を微妙に変えながら加熱します。これで、治るか心配ですが、真似は絶対にするなよ。治ると思って高級グリスを塗りましたが、ダメでした。おっさんは負けず嫌いなので、次の手です。偉大なジャンカーの言葉にこんな金言があります。サムスンは焼きを入れろ。このメモリーはサムスン製です。表裏に16個あります。合計で8ギガ。16枚少しずつ場所を変えながら焼きを入れます。1枚2分焼きます。フラックスは塗ってます。これでダメなら、ネタ的にはあと2つ。セカンダリチップは焼けと HDMI 出力モジュールは焼け、とかありますが、ヒートガンで炙れば一気に解決できます。風でコンデンサーも飛んでいく可能性がありますけどね。なんやかんや言ってますが、治れ。拝むしかありません。治れ。スイッチオン。セーフモードに入れるため7秒間長押しをします。これでセーフモードに入れば勝ち確です。お願いだからセーフモードに入れ。落ちた。今まではこのまま青点滅でしたが、落ちた。症状が悪化しました。焦る。めちゃめちゃ焦る。まさに BLOD。おっさんの顔も青ざめる。BLOD。プラスに考えます。治ったのかもしれない。症状が改善したのかもしれない。落ちた。PS4 は小さい画面なら映るという謎現象があります。おっさんは、負けると分かっていても、戦わねばならない時がある。だから、たとえ負けても勝っても、おっさんはおっさんなり、勝負をもっておっさんを評することなかれ。来たんじゃね？ノーシグナルが消えて、画面に出力があるぞ。でも、青点滅のままです。振り出しに戻った感じがします。やっぱり、HDMI の出力モジュールに焼きを入れるか、セカンダリチップに焼きを入れるか、どっちにするか悩みます。白点灯。マジか。まさかの復活。画面出力も OK です。メモリー焼きで治りました。脳汁が止まらねえ。これで、PS4 で遊べる。組み立てをして、手持ちの HDD を取り付けました。ウエスタンデジタルのブルー 750GB です。セーフモードに入るのにコントローラーが必要みたいです。エレコムの USB ゲームパッドを取り付けましたが、反応なし。デュアルショック4をケーブルで接続して、PS ボタンを押してくださいと書いてあります。マジか、持ってないよ。買ってきました。ホリコンです。使用感たっぷりのジャンクですが、PS ボタンがあるならいけるだろ。PS ボタンを押します。入った。これで、再インストールができます。純正コントローラーじゃなくても入れました。公式のホームページから再インストールファイルをダウンロードします。再インストールファイルです。間違えないように。あと、ややこしいフォルダー作成。おっさんは間違えて1時間悩みました。再インストールします。再インストールが長かった。
SSD にすればよかったと後悔してます。PS のロゴ。ソニーインタラクティブエンタテインメント。初回設定まで来ましたが、コントローラーが反応しない。マジで？コントローラーを買いに行きます。ブックオフで4950円。本体より高い。ハードオフにジャンプがなかったので、妥協のブックオフ。出費が増えるジャンカーあるあるです。接続しました。手持ちの USB ケーブルで接続しました。ケーブル類は、手持ち分で動作したのでよかったです。これ以上の出費は痛い。セットアップを続けます。やっとここまで来ました。長かった。しかし、PS3 のソフトは動作しない。知りませんでした。またハードオフへ。店員に、動いたのと聞かれ、楽勝ですとドヤ顔で一言。で、買ったソフトがこれです。みんな大好き。セーガーの、シェンムー1と2限定版。プレステ4でシェンムー。おっさんしか興味ないだろ。おっさんホイホイに引っかかった気分です。ディスクドライブですが、すんなり入りました。問題はないようです。読み込みも問題なしでした。セーガー。動いた。完全勝利です。BLOD の修理に成功しました。この後、1時間ほど遊びましたが、問題なく動作してます。でも、ハンダゴテやヒートガンでのリフローではハンダクラックの、共通不良は再発します。リボールが最善ですが、そんな環境、貧乏父さんにはない。貧乏なんで。ごめんなさい。今回の教訓、電源入りました画面表示なしの、PS4 は絶対に買うな。あと、オークションで動作確認をしてる業者なのに、動作確認なしで売ってるジャンクも買うな。友達に頼まれて1000件以上出品も、大体アウト。友達多すぎだろ。今回は以上です。PS4 で遊びたい人は、チャンネル登録と高評価を、よろしくお願いいたします。ハンダゴテで直すなんて絶対に真似するなよ。さよならバイバイ。